こんにちは、こちら深場です。秋も深まってきましたね。もう冬っぽいぐらい寒いんですけど、今ね。今日はね、いよいよ黄昏の墓所に行こうと思ってるんですよ。これかな。ノクターナルの不快のピックを確保した。たくさん使わせてもらった。あるべき場所へ戻すため、黄昏の墓所へ向かわなければならない。で、黄昏の墓所の場所は結構離れてるんだよね。ここ。かなり歩くことになるね。ドリックステッドから歩いてってもいいし、リバーウッドから歩いてってもいいしっていう感じではあるけど、ちょっとルートは後で考えるとして、黄昏の墓所に行く前にカーリアさんにね、会いに行こうかなと思ってます。多分ね、こっちのね、なんていうところだったっけ、ノクターナルとお話ししたところ、あそこのホラー穴が今カーリアさんのお家になってるっぽいので、そこに行ってみようかな。どこだったっけ。あれだよね。で、この辺に、あったあった。よし。多分ね、今カーリアさんここにいると思うんだけど、ブリニョルフさんもいなくなっちゃってるから、ここに一緒にいたりしないかな。だからいてくれた方が安心するんだけど。そうだったね、ナイチンゲールホールだった。こんにちは。なんか、カリアさんいそうにないね。本当にここに住んでるって書いてあったんだけど、調べちゃった。あれ、もっと奥の方に住んでんのかな。てっきり私ここにカリアさんが寝ちゃうんだと思ってた。あれ、これいなくなってたらちょっと問題なんだけど、私の中で。嘘。この先だってさ、池しかなかったじゃん。ちょっと、あれ、やばい。カリアさんが行方不明だな。というかブリニョルフさんもいないし、これ大丈夫なんだろうか。まだ早かったのかな、私来るの。てっきりもういるのかと思ってたんだけど、落ち着くの早いなっていう気持ちはあったけどさ。いると思ってここに訪ねてきたので、私の今後の計画が潰れちゃうというか、カリアさんのお部屋にあるっていう本が読みたかったんだよね、私。それを読みながらね、黄昏の墓所に行こうかなって思ってたから、だからね、ちょっと会いに来たんだよね。ないとなるとちょっと困りものですね。とりあえずね、ここに飛んでみました。グジュカールの記念碑。ここからね、黄昏の墓所まで歩いて行ってみようかなと思って。多分こんな感じで行くことになるのかな。ちょっとルートはわからないけど、ぼちぼちね、のろのろ歩きながら行ってみようかなと思ってます。どっちかな。こっちか。無事たどり着けるかな。あそこ歩いてる人もいるね。で、このね、歩いていく間に、カーリアさんのお部屋にあったであろう本、ナイチンゲールのね、1巻と2巻っていう本をね、読もうかなと思ってたんですよ。裏の手使ったらね、令和のドバキンはスマホで読めちゃうので、それをね、ちょっと流しながらと言ったら変ですね。それをね、読みながら行こうかなと思ってます。ナイチンゲール第1巻。我々は誰か。ガルス・デシデニウス著。ナイチンゲールとして用筆紙にペンを走らせ、教団の知識に関して私の考えを記録する義務があると思う。もしナイチンゲールがタムリエルから消える日が来たら、我々がどういう存在だったかを思い出させ、目的や動機に関する噂や風潮を晴らすためにこの書を使ってほしい。三人衆は暗黒の女帝にして黄昏の娘、女皇ノクターナルに仕える。世界中の盗賊の後援者ではなくとも、彼女を我々の後援者として信じている。祈りも施しも祝うこともなく仕える。ノクターナルとの絆は制約として知られる小取引の形式をとっている。彼女の条件は簡潔で拘束力がある。ナイチンゲールとしてノクターナルの聖堂、黄昏の墓所を脅威から守らなくてはならない。その代わり、ナイチンゲールとしての力を自分や盗賊ギルドの蓄財に使える。我々が死ぬと、契約が果たされたとノクターナルが感じる時まで、ガーディアンスピリットとして黄昏の墓所に縛られる。最終的にはノクターナルの領土のエバーグロームへとたどり着く運命にある。そこでは霊魂は影と一つになり、仲間の盗賊の試みを隠す覆いとなる。これが盗賊ギルドで言われている
影と共に歩まんことをの本当の由来だ。黄昏の墓所は聖堂以上の場所だ。この世界からエバーグロームまでの水路があり、エボンメアと呼ばれる真夜中の液体だまりが渦巻いている。これが墓所の中心で、世界中にあるノクターナルの影響力の源だ。エボンメアは鍵穴から特有の鍵を抜くことで封印できる。この鍵こそ、時に墓所の壁をはるかに越えて道を見つけるノクターナルの不快のピックとして有名なものだ。不快のピックはよく勘違いされる秘宝である。手に入れようとするものの多くは潜在能力のほんのわずかしか使えない。ほとんどは珍しく壊れないロックピックと思っている。間違ってはいないが、この道具の脅威は所有者が精神を拡大し、解除の定義を概念化する意思があるときのみ理解できる。これは単なる扉と門以上の意味がある。適切なものの手に渡れば未知の能力を解除できる。この力の範囲はまだ分かっていない。誤ったものの手に渡れば恐ろしいことになるだろう。ナイチンゲール三人衆の一員として、不快のピックが黄昏の墓所から離れているのなら、それを取り戻す義務がある。そもそもなぜノクターナルが不快のピックの盗難を許したのかが謎だ。この秘宝が起こす混沌を楽しんでいるという者もいれば、単に気にしておらず、人間とエルフの小競り合いなどは眼中にないと感じる者もいる。なんであれ、墓所の領域内で安全に保管することは我々の義務だ。ナイチンゲールが神聖な教団だというのは我々を傷つけることになる。心の中は盗賊だ。狩りを楽しみ、略奪を好む。ノクターナルに忠誠を誓い、盗賊ギルドに対して多少影響力を持っているかもしれないが、ナイチンゲールはあくまで自分自身に最高の忠誠を誓っている。なるほど。不快のピックはただの壊れないロックピックではなくて、所有者が精神を拡大し、解除の定義を概念化する意思があるときのみ理解できる。開けるぞって思えってことかな。では、ナイチンゲールはね、2巻もあるので、そちらも読んでいこうと思います。これもね、ガルスさんの書いてくれたやつ。ナイチンゲール第2巻、我々は何だったか。ガルス・デシデニウス著。我々のわずかな歴史についての知識をできる限り集めようと試みている。将来偶然この本を見つけた者がいたら、修正して我々の存在の記録を拡張してほしい。我々の歴史は有名な物語とともに始まる。本物のバレンジャー第9巻という本に登場するナイチンゲールという吟遊詩人が、バレンジア女王を騙して混沌の杖という秘宝がある場所を離させ、後に自らのものとした。物語でナイチンゲールはジャガルサルンという名前の帝国魔導士が変装した姿だと明かされ、皇帝ユリエル・セプティム8世に対して杖を使う。彼の最終目標は皇帝の姿を装い、代わりに自分が玉座に座ることだった。これなりすまし事件ってこれのことじゃないの？やばい。読むべき本はこれなんだね。なるほど。実際には吟遊詩人ナイチンゲールと確認されたのはジャガルサルンではなかった。この変装の達人はドライブン・インドリルというナイチンゲールの盗賊である。ジャガルサルンはスカイリムで最高の盗賊の一人であるドライブンを装い、バレンジアを誘惑させて混沌の杖の所在を突き止めた。杖がジャガルサルンに渡されると、彼はドライブンを排除しようとしたが、ドライブンはナイチンゲールの能力で脱出した。ジャガルサルンはドライブンを探したが、最終的には皇帝に関わる計画のために追跡を諦めた。
面白いことに歴史はドライブンが物語から消えた後にジャガルサルンをナイチンゲールと呼んでいる。バレンジアはよくこのように実際起きたことを歪曲する。ミリエル・セプティム7世の投獄に関して厳しい非難を受けたことから、真実をねじ曲げて吟遊詩人ナイチンゲールがジャガルサルン自身だという概念を作り上げたのだ。優れた妖術師によって魅了されたという話は、優れた盗賊から単に誘惑されたというよりロマンチックではないが許されやすいと彼女は感じた。またドライブンを歴史から排除したのはジャガルサルンの評価を守るためだという見方もある。彼女はジャガルサルンをとても気に入っていたと噂されていた。そこの人、どうか助けてくれ。吸血鬼に襲われたんだ。何？吸血鬼に変わる前に治せる薬か何かを持っていないか。あ、ごめん、持ってない。手は貸せない。どこで起こったんだ？どうしよう。でも薬、ホワイトランまで行ったらあるかもしれない。地図に書く。どうか助けてくれ。助けないなら司祭を探しに行くのでそこをどいてくれ。ごめん。そうだね。それなら邪魔しないでくれ。うん。町へ行って司祭を探さなくては。ホワイトラン行った方がいいよ。ホワイトランに多分売ってあるんじゃないかなと思うけど、気をつけて。吸血鬼になっちゃったんだ。やばいね。歩いて行ってたけど、ちょっと急ごう。怖くなってきちゃった。ドライブンはジャガルサルンに追われた後、モロウィンドウに逃げ込み、スカイリムの国境近くにあるインドリル家に再び加わり、必要に応じて墓所でナイチンゲールの義務を果たした。インドリル家の力が弱まり、家の間で争いが起こるまで彼は長い間そこにとどまった。争いへの関与を避け、またジャガルサルンはもはや脅威ではないと感じたため、ドライブンは故郷を出て鉱山労働者の変装をしてリフトに居を構えた。ドライブンが歴史から消える前、彼はバレンジャを誘惑し、ダンマーの女王は結局子供を産んだ。子供はナイチンゲールの話の整合性を保つため、助産師と共にバレンジアに捨てられたが、大人になった彼女は父親を探すために自立した。自らをドラルシュと呼び、スカイリムの中でドライブンの痕跡を探した。何年過ぎたかわからなくなった頃、とうとうショールストーンという小さな鉱山にいると分かった。何？どうしたんだろう。すっごい戦ってないちょっと待って、これはどこ？なんか見てたいけど変な感じがするからちょっと無視していっちゃおう。彼は今や相当な年齢で、もうバレンジアを誘惑した元気のいい盗賊ではなかったが、それでもドラルシュの父であり、彼も娘として扱った。残された時間を使ってドライブンは寿命が来るまでドラルシュへナイチンゲールのあり方を授けた。ドラルシュは自らナイチンゲールに誓約し、ノクターナルの仕事の義務をしっかり果たした。彼女は夫を迎え、恵まれた子供をカーリアと名付けた。ドラルシュの父が彼女にしたように、ドラルシュはカーリアに盗みの技術とスカイリムで盗賊として生きる術を教えた。彼女はカーリアにナイチンゲールのマントルを引き継がせるつもりだったが、時が来るまで待たなければならなかった。十分成長した時、カーリアはもっと大きな町での取引を望み自立した。最終的に苦労してリフテンにたどり着き、当時私が指導者をしていた盗賊ギルドに入った。カーリアがギルドでの地位をゆっくり高めている間、その成長を観察したが、やり方には母親の影響があった。数年後、ドラルシュが傭兵団から黄昏の墓所を守るために倒されたという知らせを受け、マントルが受け継がれる時が来たと悟った。メルセル・フレイと共にナイチンゲールの前へ行き、カーリアをナイチンゲールに任命した。次の巻は私の歴史にも関連する。おそらくメルセル・フレイの歴史を含むさらなる情報を開示するだろう。
これちょっと読みながらびっくりしちゃったけど、すごいね。はあ、ってことは、カリアさんって200年近く生きてるってことになるのかな。ねえ、そうなるね。このさ、ドライブンっていう人が、まあ人間だろうかどうか、人間だろうなとは思うけど、で、お母さんがダンマ、やだ。いや、ドライブンは人間なのかな。どうなんだろう。この続きのね、ナイチンゲール第3巻っていうのはあるのかないのかちょっと私にはわからないんだけど、あるなら読んでみたいですね。なるほど。あ、何あれ。あそこ？え？ここ道があるんだ。あ、こうやって登ってくる道があったのかもね、ファリクリースから。なんかここだけすごい特別な感じがする。ほら、なんか雰囲気が。誰かいるのかな。なんか明かりがついてるように見えるけど。なんだろう、今走ってったの。ウサギ？動物？ここにさ、カーリアさんとさ、ブリニョルフさんがいてくれたら、私の悩みも解決するんだけど、どうなんだろうね。いるかな。誰かいる？ウサギがなんかぴょこぴょこしてるけど、それ以外人とかいなさそう。あー、滝だ。ちょっと暗くなる前にこの周りを、発見した。見て回っとこうか。わあ、来てしまった。すごいね。なんか夕方っていうのも相まってすごいおどろおどろしい雰囲気が。あっちは？いやー、ちょっと入るのためらう感じがするね。怖いわ。どうしよう。ちょっとね、ネタバレじゃないけど、まあ、ちょっと不安になってみたら、ここさ、私一人で入らないとダメみたいじゃない？狐くん来れないっぽいんだよね。それが一番怖い。で、今回はここに入るまでのプロローグ的な感じの回になってしまうと思うので、とりあえずパークをね、入ったら撮ろうかなと思ってる。やっぱビビってるわ。怖いわ、ここ入るの。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画も見てください。さよなら。